突如動かなくなった出雲ラボのメイン PC。 何をやろうとも起動しない PC をよそに時間だけが過ぎていく。果たして出雲ラボは再始動できるのか。こんにちは。こんにちは。出雲です。アバターが動いているのでお察しかとは思いますが、PC が復活しました。いやー大変でした。あれやこれやの試行錯誤で失点抜刀。でも答えが分かってみれば情けないぐらい単純な問題だったんですよ。というわけで今週はいろんな教訓を含め PC 復帰までに僕が試したチェックポイントを紹介します。今後の参考になれば幸いです。事の起こりなんですが、まずは突然 OBS が起動しなくなったのが発端です。PC の再起動とかリセットとか繰り返している間に、今度は画面が真っ暗になって BIOS も立ち上がらなくなってしまいました。こういうの久しぶりだったので本当に慌てましたよ。動画の収録直前でしたしね。とりあえず PC を開けてマザーの様子を見てみたのがこの映像です。文字までは見えないと思うのですが、DRAM の黄色いランプの後に一瞬 CPU の赤ランプがついて、また DRAM のランプに戻るというのを繰り返しています。あとの2つの LED は VGA とブートで、この状態を見る限り DRAM か CPU のトラブルだと思いますよね。ファンの類は回っているので電源は動いていそうでした。検証作業として最初にやったのが、4枚刺さっている DRAM の確認でした。1枚だけにして順番に入れ替えてみます。ところで、メモリのスロットには優先順位があるんですね。このマザーの場合、1枚だけ出す場合はここがいいようです。しかし、症状は変わりません。4枚の DRAM が全部壊れたとはちょっと考えられなかったので、DRAM が壊れているという線は消えたと思いました。じゃあ CPU かなと肩を落とし、この日は収録を諦めてふて寝をしました。今日とかが重なってバタバタと過ごしたその週の金曜日の夜、嫁さんの PC を収録部屋に持ってきました。実は嫁さんの PC はメイン PC のお下がりパーツで構成されています。具体的に言うとこんな感じ。ほとんど一緒じゃねえかよとツッコミが入りそうですが、実際ほとんど一緒です。これも先にやれよとツッコミが入りそうですが、嫁さん PC を開けて CPU の交換をやってみました。で、スイッチオン。全く状況が変わりません。一応確認のためにメモリも嫁さん PC から取り出してさせてみました。これも状況に変化なし。逆にメイン PC の CPU とメモリを嫁さん PC に挿すと起動しました。つまりメイン PC の CPU とメモリは問題なさそうです。じゃあマザーか。これは買い替えないとダメなんだろうと Amazon を開きました。なるべく元の環境を再現したかったので同じマザーを探してみます。前に購入したのは3年前でしたが見つかりました。約15,000円。到着は日曜日になるようです。そして日曜日、マザーボードが到着しました。マザーボードを入れ替え、CPU とメモリと VGA を挿しました。最低限の構成ということで、電源とハードディスクの LED、ディープ用のスピーカー、パワーとリセットのスイッチをつなぎました。最後に電源コネクタを挿してドキドキしながらスイッチオン。この時はさすがにこれで起動するだろうと信じていました。なんと起動しません。相変わらず DRAM の LED が光って CPU の LED が一瞬光ってを繰り返しています。新品のマザーと問題ないはずのメモリと CPU の組み合わせなのに症状が変わっていないのです。頭を抱えました。意味がわかりません。ここまで来るとほとんどオカルトです。理解できない事態に頭を抱えながらこの後やったことが以下になります。今考えると先にやれって話なんですけど、嫁さん PC と電源を入れ替え、
BIOS 用のコイン電池を新品と交換。BIOS を最新版に書き換え。これどうやったんだって話なんですけど、実は起動できなくても書き換えできる機能があるんですよ。今回初めて知りました。すべて効果なし。ネットの海をさまよって見つかる限りの事例を試してみたのですがダメでした。さて、答えは一体何だったのでしょう。暗殺尽きて物は試しと最低限のスピーカーと電源スイッチだけを残して LED とかは外してみました。まあこれも最初からやっとけって話なんですが、もはや何回やったかわからない電源オン。すると、DRAM のランプから CPU のランプへと移行し、VGA のランプが光ってブートでこけました。ブートでこけたのは SSD が刺さってないので当然です。何が起こった？明らかに状況が変わりました。問題はリセットスイッチでした。オンしたまま固着していたのです。要するにリセットがかかりっぱなしで再起動を繰り返していたのでした。リセットスイッチは何度かガチャガチャ押したら固着は解けました。どうせ滅多に押すものじゃないのでとりあえず放置です。固着の解けたリセットスイッチ、ハードディスクと電源の LED を差し直してもう一度電源オン。ちゃんとブートまでは進みます。今度は SSD も挿して電源オン。LED はブートまで進み、ピッというすごく懐かしい起動音がして起動画面が表示されました。今回の教訓。動作検証するときは外せるものは全部外せ。きちんと全てを疑えって話です。ちなみにちゃんと起動するとこんな感じになります。DRAM から CPU、VGA とチェックが進み、ブートデバイスのチェックが入ります。ここにちょっと時間がかかって BIOS 画面の表示になります。この時はキーボードをさせてなかったので怒られました。そもそもマザーボードも含めて何も故障してなくておかしかったのはリセットスイッチだけ。ポチっちゃう前に落ち着いて全ての可能性を潰しておけば無駄な出費もしなくてよかったはず。久しぶりのブラックアウトだったのでかなり慌てていたようです。何事も冷静に一つ一つ対処するのが大事だってことですね。身に染みました。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。よかったら高評価、チャンネル登録などよろしくお願いします。次回はダイソーのタッチランタンのセンサーを調べてみたのでその様子をお送りします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。